その日、学校が終わると、宗十郎は寄り道一つせずアルバイト先へ直行した。学校側に申告してあるのは、三崎町商店街にある中華飯店と鮮魚店だけで、他のアルバイトは秘密にしている。それも単に数が多いからではなく、それ以前に法律に違反してそうな働き先だったからだ。今日のアルバイト先はその最たるもので、八代木駅前にあるパチンコ店だ。学校の制服から店の黒いタキシードじみた制服に着替え、仕事始めに店の周りを掃除する。三崎市の顔である八代木の駅前は、幾多のショッピングビルが競り合うように乱立し、アーケード街もそれらに倣うように騒がしい。人が多くなれば生み出されるものも多くなる。ロマンとして言えば笑顔であり、現実的に言えば流通であり、より現実的に言えばゴミである。クリーンな街づくりを目指している八代木だが、そのルールには逆らえない。それがこういった店ならなおさらだ。商売柄タッチの悪い人種を呼び込みやすいホール前は、日に何度も掃除を心がけるべきである。冬の寒空の下、宗十郎はタバコの吸い殻を集め、チラシを拾い、空き缶をゴミ箱へ。山での生活を彷彿とさせるものがあるらしく、宗十郎は気軽に淡々と掃除をこなした。一通り店周りをきれいにし、晴れて暖房の効いた店内に戻る。眩しく目に痛い騒音。充満するタバコの匂いに圧倒されながら店内を横断して事務所へ向かう。店長、外回りの掃除終わりました。はい、ご苦労様。それでいいかな。2階の40番台のお客さんの様子見てきてくれない？どうも懐に飲んでそうなんだよね、あのお姉さん。元会社員の人の良さそうな店長さんである。明らかに学生である宗十郎を採用したのは、その苦学生ぶりに感動したからではなく、店員がみんな怖い顔をしているので、一人でも心安らげる店員が欲しいという理由らしい。いいんですか？トイレの掃除まだですけど。いいのいいの。なんかね、カメラの死角にいるんでいまいち確証取れないの。そうちゃん、今のところ的中率 100% でしょ。様子見てきてくれないかな。そういうことでしたらと掃除用具を片付けて、宗十郎は2階フロアに向かった。イカ様のことやね。店は典型的な2階建ての大きい部類に入るパチンコ店である。基本的には地域密着型で、あまりアコギな調整もせず、少しずつ町の皆さんから収入を得ることを良しとしている。が、店側はそのつもりでも、お客様は千差万別。気軽に遊びに来る者もいれば、これで食べているプロ、果ては不正を働いて儲けようという輩もやってくる。中でも80年代中期から流行したある機械は、ゲーム台の電気系統に外部からアクセスしてプログラムを狂わせ、俗に言う37などの大当たりをたやすく実現してしまう。当然、店側としてもそういった人種の入場はお断りしたいのだが、確たる証拠もなしにお帰り願うわけにもいかない。客商売である以上、疑わしきは罰せずがルールである。結果、現行犯としてとっ捕まえるのが店側の正義となる。そういった不心得者をごとしというらしいが、宗十郎にはその辺の事情は一切分かっていない。彼が承知しているのは、彼らが店側にとって厄介な相手であり、かつ不正を働いているルール違反者であるということだけだ。2階に上がる。有線のラジオもゲーム台の音も1階よりは控えめに流れている。1階の100台に対して2階のゲーム台の数は80余り。空席はちらほらとあるものの、夕方にしては曲入りは良好だろう。
店長の言う48番台は店の中頃の列だ。さりげなく列の入り口にあたりの壁に寄りかかってみると、確かに派手にフィーバーしているお客さんがいた。一目見た瞬間に違うなと宗十郎は直感した。何をもってプロというかは疑問だが、特別という意味なら彼女は本物だ。このラインがいいよね。なんとなくその幸運の強さが感じ取れる。周りの客たちの関心を一身に浴びながら、彼女は黙々とハンドルを回している。年は自分より何歳か上。緑色の体の線がはっきりとわかる洋服を着ている。上着とスカートが一体になったような服だ。足は素肌ではなくストッキングを履いている。細い両足は艶やかに組まれ、パチンコをしているというよりは絵画のモデルのような優雅さだった。赤みがかった黒髪は短く、涼しげにかけたメガネと赤い唇がやけに決まっていた。正直言ってこんな場所でフィーバーを出していい美女ではない。美人ではないか。彼女の足元には4つの大箱が重ねられていて、その勢いはとどまるところを知らない。退屈そうに細い陶器のような指が長いタバコを唇に運ぶ。なんかどっかで。そう思った瞬間、メガネ越しに視線が壁側、宗十郎を見た。途端、背中に走る王冠。反射的にこぼれる悲鳴を必死で手で押さえつける。あの人、昨日の。確証のない直感に弾かれ、宗十郎はダットのごとく走り出した。この場から一刻も逃れようと、まず1階へ。そのまま駆け出そうとしたが、最低限の責任として店長に声をかける。店長、早退します。それと2階の人は問題ないです。心の動揺を何とか抑え込みながら告げ、学校の制服を紙袋に詰めて店を飛び出した。曇った天候のせいか、すでに夜の影が濃いヤシロギの商店街を走り抜けて、すでに夜の影が濃いヤシロギの商店街を走り抜けて駅へ向かう。長い階段を矢のように駆け上がり、定期を財布から素早く取り出して改札を通り過ぎる。改札には大勢の人々がそれぞれの事情で立ち止まったり、歩いたり、話し合ったりしていた。その中で、不愛想な顔をしているのは自動改札の横にある駅員室の駅員ぐらいで、ここにはちょっとだけ騒がしい安心が溢れていた。都市の日常と言い換えてもいい。間違っても昨夜の宗十郎が見てしまった風景はどこにも見当たらない。ようやく肺に空気を送る。束の間の安心から宗十郎はピタリと立ち止まった。恐る恐る背後を振り返る。当然のように追いかけてくる危険人物などいるはずもない。って考えてみると、なぜ唐突に走り出したのか、その理由が脆弱すぎた。そもそも自分は人相がわかるほど相手の顔を見ていなかったのではないかと呆れ返る。頬を叩いて気合を入れ直し、宗十郎は早足でプラットフォームに降りていく。あいにく電車は10分待ちだったが、ここで取り乱しても仕方がないので、おとなしく椅子に座った。もう一度深呼吸。周りには自分と同じく電車待ちの人々の姿がある。追いかけてくる誰かなんて影も形もない。考えすぎだとようやく頭がクリアになる。ただ、がっくりと落ちた両肩が重いのが意外だった。疲れてるのは分かってる。自分の体のことだし。
予想以上の強い疲労に宗十郎は、短足でいいのかな、短足した。山を降りてきてからの生活は確かに過酷だったが、こうして座って振り返ってみると我慢できないほどではなかった。肉体的には多分まだまだ大丈夫。値を上げているのは心の問題だ。ここと大和では何もかもが違う。それを認めて適応することはひどく難しかった。馴染むのは簡単だ。人間は何にだってなれる生き物なので、放っておいても順応していく。なので難しかったのは多分認める方だろう。そりゃあとにかく難しいことだらけだし。今まで口にしたことない弱音を漏らす。正直、宗十郎は街を出歩くことすら未だに怖い。都会の人々には当たり前のことでも、彼にとっては未知のことばかりなのだ。そんなことが連続するたびに驚いているのだから、参らないはずがない。そっか。疲れてるのは体じゃないのか。だから、あんな幻を見る。つぶやいてみて、宗十郎は小さく首を横に振った。あるものはあるのが世の習わしだ。飛丸にはああ言ったが、宗十郎はあの出来事が現実だと分かっていた。ここは山に比べれば魔法の国だ。それなら本物の魔法使いがこっそり暮らしていてもおかしくはない。一度でもそう思ってしまったら、椅子に座った両足が小刻みに震えていた。どうも怖いらしい。と気づいたのはしばらくしてからだ。自然以外を怖いと思うのは、子供の頃山道でばったり野生の熊に出会った時以来である。いや、あれはこんなもんじゃなかったっけ。なりふり構わず泣き叫んだもんな、あの時は。幼少期のとんでもなトラウマを思い出し、宗十郎はつい笑ってしまった。確かに2メートル以上の獣がのっそり現れ、ぐるるるなんてうなった日には誰だってそっとするだろう。山で生活していた宗十郎からしてどのくらい迫力があったかというと、ほんの2日前に映画で見た大怪獣をぬいぐるみではと錯覚するぐらいの野生の獣は怖かった。それを思い出せば確かにこれぐらいはなんとか我慢できる話かもしれない。そうだよな。今の問題はちらっと聞こえた最後のセリフか。捕まえて始末するっていうのはどうなんだ。額面通りに取るのなら、それこそ文字通りの意味というやつだ。あまりにも物騒な意味合いすぎて真剣に考察することが難しい。何かの聞き間違い、あるいは言い間違いだったのだろうと放り投げてしまいたくなる。都会のルール。誰かがきっと罰しに来るか。自分で言っておきながら、やっぱり他人事のようで夢だったと割り切りたい気分だ。宗十郎は息をついてまぶたを閉じる。視界の暗転とともに先ほどの光景をすべて棚上げ。とりあえず今はきれいさっぱり昨夜の出来事を忘れることにした。まぶたを開けると呼吸はすっかり落ち着いていた。それでさ、青崎を殴りつけようとして結局どうなったんだ、飛び丸。いいな、ここそれを思い出すか。いいな、宗十郎いいな。なんとなく唐突にそんな疑問が湧いたりする。今度聞いてみようと宗十郎が椅子から立ち上がった時、長い光を引いて電車がやってきた。